皆さんこんにちは。今日は、京都に来ました。いつも通り田中さんと一緒に話しながら京都の街をいろいろ見てみたいと思います。それでは行きましょう。田中さん、はい、今何時ですか？今ですか？はい。午後4時半ぐらいじゃないですかね。午後4時半ですか。今日は6月の下旬です。6月、日本の夏は午後4時半の天気はこんな感じです。今は梅雨なのでたくさん雨が降ります。あんまり天気が良くないですが、暑くなくていいですね。これが有名な京都の鴨川ですね。はい、そうです。京都の鴨川です。はい、人がたくさん座っていますよね。はい、あれは何というか知っていますか？知らないです。あれは鴨川等間隔の法則という有名なものですよ。京都名物です。等間隔ってどういう意味ですか？等は同じです。間隔は間です。はい、見てください。皆さん友達とかカップルがだいたい同じ間を空けて座っていますよね。はい、はい、あれは昔からこの鴨川の川辺で見られる京都の名物です。はい、夏になったらなんか出っ張ってるのがありますよね。見てから出っ張ってるってベランダみたいな。はい、はい、出っ張ってるって日本語難しかった。出ている。出ている。はい。あれなんですかね。あれはあれも夏の名物です。あれは床ですね。床。あの下に多分見えないんですけど、あの下にも川があるんですよ。はい、で、夏は暑いので川の上でご飯を食べると少し涼しくなりますよね。はい、だから、京都は6月から9月までかな。はい、このテラス、床を出して川の上で涼しく食事を楽しむことができるんです。はい、これ、田中さんはこれを何と言いますか？ドアですよね。でも実はドアは日本語があるじゃないですか。ドアの日本語。はい。はい。日本語で扉という言葉がありますよね。はい。はい。でも最近の人はみんな多分ドアを使うと思うんですよ。はい、ドアを閉めてくださいとか、はい、ドアが開いていますとか。はい。で、カタカナを勉強するのは、はい、私も日本語の先生になってから初めて気がついたんですけど、はい、カタカナを勉強するのはすごく難しいらしいです。はい。はい。そもそもカタカナは形もよく似たものが多いし、例えば和と風とうとか、なんだろう、あとはしとつ、んとそ、はい、よく似てますよね。はい、だから形を覚えるのも難しいし、覚えてもそのカタカナの言葉は基本外来語、英語とかドイツ語とかフランス語から来た言葉なので、英語の言葉を日本語のスペルにすることがすごくわけがわからない、はい、はい、らしいです。はい、はい、でも私たちはそれを簡単にもうそんなの簡単でしょと思うんだけど、はい、例えばよくある間違いはスーパーとか、はい、はい、スーパーも難しいんですよ。難しいですね。私はスーパーへ行きましたで、このスーパーのこの線がないミスが結構あって、はい、はい、でそれってでも私は昨日スーパーへ行きました、はい、という日記を読んだら、
スーパー温泉いいなって思って、はい、勘違いしちゃって、はい、話してみたら実際はスーパーで晩ご飯の買い物をしただけだったという、そういう、まあ、すれ違いが結構あるんですよね。スーパーそのものが和製英語ですよね。スーパーマーケット、はい、はい、とか、あとはなんだろう、まああと何がありますかはい、あとはそうそう、だからまあそのドアと扉もそうだし、例えば最近はもうずっと日本の人ってテーブルというと思うんですけど、テーブルも日本語あるじゃないですか。はい。日本語何ですか？机です。机じゃないですよ。机じゃない。机はデスクですよ。テーブルはあれでしょう、食卓？食卓。卓じゃないですか。使わないですでも。そうでしょ、使わないですよね、はい、食卓なんて、はい、でもちゃんと日本語あるんですよ。はい、だから車が来ました。だからそういうあれもほら、車はバックしてるんですけど、はい、あれだって日本語あるじゃないですか、バックするって。はいはい、後進後ろに下がって後ろに下がる後進、難しい日本語を使いますね。はい、交代後進、はい、だからそう、まあ田中さんは日本人としてそういうカタカナ語を使うのはどう思いますか？何も感じません。はい。ビジネスの現場でよく、はいはい、ね、言いますよね。はい。アサインしますか？はい、そうですね。コンセンサスが取れるとかいうやつですか？はい。あれはああいうのはちょっと、はい、まあ、やりすぎですね。あれは、はい、やりすぎだと思います。まあそのビジネスの中では使うけど、日常では使わないですね。なんかただ、まあドアとか車がバックするとか、まあその日常で使うカタカナ語は何も違和感がないです。今はもう違和感がない。でも多分田中さんのおばあ様はドアじゃなくて扉と言うんじゃないかなと思うんですけど、どうですか？扉を閉めて、まあそうかもしれないですね。はい。あとなんかうちの祖母はハンガーじゃなくてエモンかけって言うんですよ。はい。だからちょっと昔の人はまだまだもっと本当の日本語じゃないけど、まあ日本語、オリジナルの日本語を使ってたと思うんですけど、まあ、最近ちょっといろいろグローバルになってきてカタカナ言葉が増えたので、それでなんか学生はよく私は日本語を勉強したいのになんでカタカナの言葉、なんで英語なんですかと、はい、よく私に文句を言っています。そうなんや。はい。日本語をたくさん使いすぎるのも正直最近の最近日本語をたくさん使いすぎるのもあんまり良くないなと思うんですよ、最近。はい、例えばこれ本当の話なんですけど、昔学生になんだっけ、晩夏って言われて、晩夏、はい、晩夏を食べましたって言われて、バンカーって何ですか？バンカーならゴルフです。違う。で調べたんですよ。そしたらトマトだったんですよ。で、本当の話、これトマトかな？もう一回調べてみよう。バンカートマトっていう種類。違う、バンカって言うんですよ。ほら。トマトのことをバンカと言います。そう。ちゃんとした日本語なんですね。そうなんですよ。で、それで昔学生に今日はバンカを食べましたって言われて、バンカは何ですか？と私が日本語の先生なのに学生に聞いてしまいました。で、バンカはトマトなんです。日本語でトマト、トマトは日本語で
板画だそうです。けどそんなの誰も知らないじゃないですか。はい、正直今の日本の人、はい、誰も知らないので。めっちゃ勉強になりました。板画っていうそうなんかでもナスの、はい、ね、ナスの字同じ字で、だからそういうちょっとやりすぎなことをすると、はい、日本語を話しているのに日本人に伝わらなくなるから、はいはい、難しいんですけど、はい、やっぱり今話されている日本語を勉強するのが一番いいですよね。はい、そうですね。はい。で、でも今でも多分カタカナ語と日本語をまあ50% くらい半分半分で使うことがあると思うんですけど、例えば田中さんはどんな時に牛乳と言ってどんな時にミルクと言いますか？牛乳っていうことの方が多いですけどね。ミルクって、はい、そうですね。コーヒーに入れる時とかミルク。そうなんか、はい、お店で注文する時はミルクって言いませんか？そうですね。牛乳くださいじゃなくてミルクくださいとか、熱い牛乳くださいじゃなくてホットミルクくださいって言いますよね。はいはい、カフェとか、喫茶店に行った時は、そうですね、ミルクっていう方が。そうなんかコーヒーと一緒にミルクもお願いしますとか、牛乳お願いしますって多分言わないですよね。でもなんかうちで飲むやつは多分みんな牛乳って言うと思うんですよ。牛乳買ってきてとか、牛乳なくなったから明日買ってくるとか、はいなのでまあ今日本語を勉強している外国人の皆さんがどう思うかは私は分からないんですけど、私にとってミルクはちょっとおしゃれちょっとおしゃれなもの、はい、牛乳はもうなんか毎日飲む普通のもの、はい、生活の中のものだとまあ感じるんですが、田中さんはどうでしょうか？ミルクがおしゃれっていうのはおしゃれじゃないですか？まあミルクって言った方がおしゃれには感じません。牛乳でおしゃれさは感じませんね。そうなんですよね。はい。でなんか昔学生にカタカナは可愛いと言われたことがあって、その学生は日本語がプリントされた T シャツを自分で作ってる人だったんですけど、その人はわざとカタカナをよく使っていたそうなんですよ。はい、でそれがどうしてですかって聞いたら、カタカナの方が可愛いって言われて、ああそうなんだと思って、私はカタカナよりひらがなの方が可愛いと思うんですよね。例えばさっきのミルクもひらがなでミルクって書いたらなんか可愛いなと思うんですけど、はい、本当だったら漢字とかひらがなとか、カタカナ、ごめんなさい、本当だったら漢字やカタカナで書くものをわざとひらがなにすると子供っぽいイメージになって可愛くなると私は思うんですが、田中さんはどうですか？どう思いますか？まあそうですね。まあそうですね。はい、そうですね。じゃあカタカナはどうですか？本当は漢字のものが何かカタカナで書いてあったらどんな印象を受けますか？漢字のものをカタカナですか？そう、なんか例えばなんかありますか？なんでしょう。なんかありますか？何でも車でも漢字で書くときと、カタカナで車ありますよね。はい。なるほど。はい。車をカタカナで書く。なんか未来感がありますね。未来感、でもそれめっちゃわかります。はい。
そうですよ。なんかちょっとスタイリッシュになる気がするんですよ。なんかデザインの考え方だと。はい。だから多分日本の人はひらがなは子供っぽい。なぜなら多分それは子供が一番最初に覚えるのはひらがなだから。はい、小さい子はひらがなしか書けないじゃないですか。だからひらがなで書くと子供っぽくて可愛くなるし、なんかカタカナは基本的に外来語で使う言葉なので、それをわざとカタカナ、日本語をわざとカタカナで書くとちょっとクールになる、そういう感覚があるんだと思うんですけど、外国の人は違うんだと思って、それはちょっとカルチャーショックでした。驚きました。カタカナを文字として可愛いっていう。そうカタカナの形が可愛い。なんかひらがなより可愛い。そうです。その人はね。僕らの感覚からしたら、ひらがなは丸いじゃないですか。丸さが可愛いっていうのがありますよね。そう思います、私も。だからカタカナって結構シャープだから、直線ですね。そうだから強いイメージがあるんですけど、でもいろんな考え方があるなと思って、その日本語を教えているといろいろな新しいものの見方ができて楽しいです。そうですね。これも夏の花アジサイですけど、アジサイは漢字もあるし、でもひらがなで書くこともあるし、カタカナで書くこともあるし、そうですね。多分それはきっと見やすさ、読みやすさとかそういうことも関係しているんだと思います。だからなんか難しいですよね。なんだっけ、昔学生になんか犬とか猫とかなんでカタカナで書くんだって言われたことがあって、でも書きますよね、結構猫とか。なんかそれ日本語なのになんでカタカナなんだって言われて、なんか動物の名前とか花の名前とか漢字が難しいし、でもひらがなで書くと全部がひらがなになって読みづらいからカタカナにすることがよくありますよと言ったんですけど、なんかそういう使い分けができたら多分日本語上級者ですね。でも明確なルールはないですね。ないですね。もう自分が好きか嫌いかです。そうですね。私は個人的に私という漢字があんまり私は個人的に私という漢字があまり好きじゃなくて、いつもひらがなで書くようにしています。だからなんか可愛くない。私の漢字が可愛くない。でなんかひらがなの方が優しい感じがするので、多分大人になってからは友達と LINE する時もそうだし、なんか多分仕事の連絡とかもひらがなで私と書くようにしています。田中さんはどうでしょうか？別に気にしてないですね。漢字で書きます。そうですか。ひらがなで書く時もあるし、わざとカタカナで書く時もありますね。僕とか？僕はあんまりカタカナどうかな。カタカナで書く時は少ないですけど。そうでもなんかやっぱりその日本語って分かち書きをしない、スペースを入れないじゃないですか、センテンスの中に。英語とかは I スペース、am スペースみたいな、静かみたいな感じだけど、日本語は私は静かですなので全部ひらがなにしてしまうとすごく読みにくいので、漢字を入れたり時々カタカナにしたりすることが、日本語のデザインの中ではすごく大切だなと思います。わかりました。足がかゆいです。蚊に刺されました。蚊に刺されました。蚊に噛まれましたって言いません？言います。でも多分噛まれましたって関西弁ですよね。刺されが多分標準語やと思うんですけど、虫刺されって言うし、虫噛まれって言わへんもん。
いやどうなんかな分からんな。だって虫刺されの薬って言わないですか、普通虫とかそういうの。そうですね、はい、今日の街は路上喫煙禁止ですと書いてあります、はい、今日は京都の今日、路上は道の上、はい、でタバコを吸うのは禁止、ダメです、してはいけません、はい、ということなんですけど、ここ街は漢字がありますよね、はい、でもわざとひらがなにしてますよね、はいはい、これはデザイナーさんが多分これがいいと思ってひらがなにしたんだと思うんですけど、はいはい、田中さんはこのひらがなの街どう思いますか？いいと思いますよ、はい、そうですよね。なんかひらがながあることでこのキャッチコピーはすごく厳しいんですけど、はい、してはいけません、タブーですって言ってるんだけど、ここにちょっとひらがながあることで少し優しくなるし、はい、あと京都の上品な感じが出てくるなと思います。はい、それが一番かなと思います、はい、狙いは。そうだからそういう工夫が日本語はできるので、はい、それが日本語の面白いところだと私は思います。そうですね。はい。それから、カタカナ語はさっきも言ったように外来語、英語とかフランス語とかドイツ語を使ってるので、オリジナルの言葉の発音があるじゃないですか。それと日本語の発音が全然違うから、カタカナ語を綴るそのスペルを書くのがすごくみんな難しいみたいなんですね。はい、で例えばなんかちょっと今これちょっと古いんですけど、私がよく言うのはツイッターとか X ですね。今 X なんですけどでもその分かりやすいんですよ。ツイッターって英語で言ったら Twitter みたいな感じだって全然違う、はいはい、けど日本語ではツイッターってなるから、はい、なんか全然違うやん、なんでやねんみたいな、はい、感じですごく難しいらしくて、はい、でその例えばケーキ、はい、ケーキも、日本語ケーキ、こっちかな、ケーキですけど英語で言ったらケークになるはずだから、はい、ケークと書きたいと思うんですけど、はい、日本語はケーキと発音するので、はい、ケーキですよね。はい、で母音がありますからね。そうでなんかそれを難しいんですが、やっぱり皆さん日本語を話している時は明日友達とカフェでケーキを食べます、はい、じゃなくて、はい、友達とカフェでケーキを食べます、はい、と言った方が日本の人は理解しやすい、はいはい、理解しやすいので、はい、やっぱり皆さん日本語を話している時はカタカナ発音で話した方がいいと思います、はい、ちょっと恥ずかしいと思うんですけど、はい、恥ずかしがらないで、私は今日ケーキを食べました、ね、それからあとなんか面白い言葉あるかな、カフィーとかじゃなくてコーヒー、はい、コーヒーを飲みましたとか、はい、なんか音楽聞こえるはい、と言った方が、日本の人分かりやすいのでそういう風にしてください。でそれからさっきのトマト晩夏の話ですが、あれは日本の人全然晩夏と言われても何が何だか分かりませんのでトマトと言いましょう、はいはい、だからその日本語を話したいのは分かるけど日本語にしすぎないのも大切ですよね、はいはい、でじゃあトマトっていう方がいい、トメイトじゃなくてトマトっていう方がもっと日本語っぽくなる、はいはい、なのでカタカナ語はもう日本語ですはい、カタカナ語は日本語です、はいはい、もう外国語の言葉、そう外国から来た言葉だけど、はい、もう日本語になっているのでそこをちょっと気をつけて
聞くようにしてほしいし、話すようにしてほしいです。はい。うん、でなんだっけ、そうだからそれで日本語を書くときに、日本語の文を書くときに、どこを漢字にしてどこをひらがなにしてどこをカタカナにするのか、そのバランスが上手に取れれば、それでそのバランス、ちょっと待って、そのバランスが上手に、取れるようになれば、もう本当に日本語上級者ですね。はい、そうですね。はい。はい、そうだから猫って漢字で書かなくてもいいと思います。カタカナで猫って書いてもいいと思うし、ひらがなでもいいですね。ひらがなでもいいです、ね。ひらがなでもいいです。はい。はい、そうそう。はい。そこのこうバランスを上手にとって、日本語を上手になってほしいんですけど、でもそのためにはどうすればいいんですか？こういうチャンネルを見るんですよ。はい、この YouTube チャンネルを見れば、どこをカタカナにしてどこをひらがなにするのかが分かります。わかりますか？今日の話でわかります？あ、そうそう、例えば私気になるのはありがとうとかを漢字にするの、はい、あれはあんま好きじゃないんですよね。はいはいはい。わかります？わかります。はい。はい、だからなんかみんな漢字の方がかっこいいし、漢字使った方が、はい、上手な人、はい、というイメージがあるかもしれないんですけど、やっぱりひらがなの方がいいことって結構あると思います。そうですね。何々の時とか、はいはい、何々のこととか、そういう文の中で、はい、そういう漢字とひらがなの使い分けはこのチャンネルを見て勉強しましょう。はい、一緒に勉強しましょう。はい。はい。わかりました。はい。さあ、ありがとうございます。はい、今日は京都からお届けしました。はい。それでは皆さん、次回もまたどこかでお会いしましょう。バイバーイ。